猫 Vlog です。ただいま、会社終わりに東京駅に来ております。これからどこに向かうんだ？今から向かう場所は広島です。広島で行きたい場所があるので、前乗りのためにこれから新幹線です。事前にネットで指定席予約していたので、割引されて1万5000円でした。深夜バスも考えてたが、工程を考えると、新幹線前乗りが都合良かったんだよな。そうなんですよね。さあ、早速乗って駅弁食べましょ。じゃん、崎陽軒のシウマイ弁当にしました。正直950円のお弁当高いなって思うんですが、駅弁の中ではリーズナブルなんですよね。じゃあコンビニで安く済ませたらよかったじゃないか。新幹線に乗るなら駅弁食べたくなるでしょ。おおそうか。4時間もかかるし、ゆっくり味わって食べな。広島に到着しました。もう夜も遅くて眠です。いつもなら寝ている時間だもんな。基本早寝早起きなのでね。でもこの深夜独特の人が閑散としている空気感、ちょっと好きなんですよ。わかる。深夜3時頃の車のいない車道とか興奮するよな。ちょっと何言ってるかわかんないですね。ちなみに本日泊まる宿ですが、駅前にあるこちら、カプセルホテル、広島のお宿です。事前予約割引で3000円と破格のお安さでした。今回みたいに深夜着の早朝出発だから、快適さは求めてなかったもんな。そうなんですよ。ところがどっこい。部屋は男女別になっているし、すごく綺麗だし広々しています。シーツも清潔感あるし、高さもそこそこあるし、ワイドも十分すぎるな。個人的には大当たりのカプセルホテルですね。ロッカーも部屋番号と、対になっている場所1箇所ありますが、サイズも大きいので荷物も楽々入りました。早速シャワー浴びたので寝ちゃいましょう。そして明日は例の場所へ行くぞ。サムネとタイトルで行く先バレてるけどな。旅猫 Vlog。おはようございます。現在朝5時30分です。いやー爽やかな朝独特の空気ですね。これから電車フェリーで乗り継いで、うさぎ島と有名な多くの島に向かおうと思います。一応広島駅から目的地の忠海駅までのバスがあったよな。かぐや姫号ですね。今回フェリーの時間と計算して電車にしました。金額もバスは1500円ですが、電車だと1340円ですしね。正直そんなに懐に余裕があるわけじゃないもんな。宝くじ当たんねえかな。10億なんて言わないから1億ぐらいさ。よく出すぎ。しかも全然謙虚じゃないから。朝日がしみるねー。2時間かかりましたが、忠海駅に到着です。すでに看板からウサギがお出迎えしてくれてるな。ちなみに左側に見える部屋は待合室で、かなり大きいスペースを使ってるみたいだな。それだけ人が集まるのかもしれませんね。ちなみに駅を出てから忠海港までちょっと歩きます。徒歩5分もかからないくらいだったかな。そんなもんだった気がしますね。港までのルートもちゃんと書かれていますね。ピンクで目立つフェリーがあるな。あれが今回乗船するフェリーですね。奥のフェリーも第三大三島で、多くの島に行く船ですね。そしてここのシックでかわよな建物は、フェリーチケット購入&待合スペース&お土産屋ですね。ピンクの丸型ポストも可愛いよな。ちなみにこの店でウサギの餌も買えるから、餌がない人はぜひここで購入することをお勧めします。レイムはキャベツを持ってきたんだっけ？持ってきました。でも一応ここのペレット餌もお買い上げします。とりあえず往復チケット720円買ってきます。よし、チケットもおやつも買ってきました。ウサギの餌は200円だが、餌入ってた紙袋を持って帰ってくるとお土産がもらえるらしいな。楽しみですね。しかしすごい目立ちますね。ピンクフェリー、遭難してもすぐに見つけてもらえそうだよな。不吉なこと言わないの、ぶん殴るぞ。休暇村客船なので、内装の細かいところまで、うさちゃんですね。さっきのチケット売り場といい、フェリーもピンクだし女性ターゲットにしてるのかな？それっぽいですよね。うさぎ好きな男性結構多いと思うんですけどね。こわもての闇金の人とかね。それ牛島くんや。旅猫 Vlog。多くの島に到着です。うさちゃんいるかな？フェリーでだいたい15分くらいだったな。しかし天気がちょっと曇っているな。まあ最悪降らなければ何でもいいですよ。30% 晴れ女ですから。そのうち晴れるかもしれませんし。また意味不明なこと言ってるな。ちなみに朝早く来たので、今回島をぐるーっと一周してみたいと思います。メインルートを歩くとだいたい 3.1km で、
通常徒歩で50分くらいみたいだな。運動苦手だけど歩くのだけは得意なんでね。全然問題ないです。おお、すでに観光客にウサギが群がってるな。わあ、いいなぁ、いいなぁ。みんな餌の準備してるみたいだな。やっぱウサギさんと触れ合うなら必須ですからね。わあ、こっちにも来た、川よ。ほらレイムも用意してきたんだろ。ウサギさんお待ちかねだぞ。あわわ、ちょっと待ってね。ほらほら、早く早く。せかさないですっとこどっこい。はい餌どうぞ。ひゃー、川よウサギの口のもみもみしてるのかわいいな。ウサギって感じがするよね。それにしてもすごく人懐っこいな。まあ人懐っこいというか、餌だけが目当てっぽいか。実際袋の音に反応して寄ってきてる感じですね。きっと袋の音イコール餌みたいな。袋をガサガサすると、お、来た来た。おいでませー。お、他の子も気づいたみたいだな。わわわ、こんなにいっぱい寄ってきてくれて、やっとモテ期か。レイムちゃんはいつだってモテモテです。キャピ、ウッパー、キッズー。しかしウサギさん、餌を見て我先に頭圧がすごくてウケるな。みんな落ち着いてー。あ。恐ろしく速い人俺でなきゃ見逃しちゃうね。餌も叩き落としてて笑った。よっこいしょ。ちょっと中腰疲れたのでベンチに座ります。ほーら、今度は仲良く食べてね。ほっぺで押し合いながら食べてて、見てる側としたらすごく可愛いな。ですよね、ウサギのほっぺからの、もぐもぐ姿は本当に可愛いですよね。なでなですると温かくて癒されます。毛も野良だけどもふもふしてますね。うお、とんでもないダッシュで寄ってきてる。こんなに足にしがみついてきて、ああ、愛しいですね。思わず抱っこしたくなります。が、多くの島では抱っこはダメなんだよな。野生だから抱っこを怖がって暴れ落ちて骨折などの、怪我をする可能性があるから NG 行為みたいだ。ウサギを守るためのルールですね。他にも観光ホームページに色々書いてあるので、遊びに来る前に確認しとくと良いね。そうだな。ウサギを守るルールでもあるが、自分を守るルールもあるしな。例えばウサギは視力が悪いから、口元に手を近づけると噛まれちゃうかも、とかな。私は噛まれても良い、というド M なら構わないのかも。正直私は噛みちぎられなければ OK。レイムド M だったのか。ド M ちゃんは、動物なら噛まれても引っかかれても、しょうがないという気持ちになれるだけで、これが人間相手だったらブチギレかますわ。噛んでくる人間想像したら怖すぎて笑った。いやー、移動してないのに、どんどんウサギが増えていきますね。増殖しすぎて逆に動きが取れなくて草。実際にウサギが足元に寄ってくるから、歩き出しで蹴っちゃいそうになって怖いんですよね。ダッシュで蹴られに来る子もいるから、慎重にならないとな。この辺りはキャンプ場区画ですね。海が見えてこの開放感いいですね。志村、後ろ後ろ。けなげにめっちゃついていって川よですね。全然気づいてもらえてなくてかわいそうでかわいい。NG ルールにウサギを追いかけ回すのも、ストレスになるからダメというのがあるが、ウサギ側からめっちゃ追いかけてくるんだよな。一方通行の恋みたいなもんですね。ちょっと何言ってるかわかんないですね。この辺りも観光客が集まってて、ウサギとじゃれてますね。ちなみにこのキャンプ場区画について、調べてないから全然わからないんだが、ここにテント張ったら、中にもわらわらウサギ入ってきたりするんかな。何それ天国。または夜寝てたらウサギが忍び込んでたり、なんてあったりして。きっと巣穴に帰るんでしょうけど、そんな子もいたりするんですかね。ただこれだけウサギがわらわらいると、バーベキューなんて怖くてできないよな。確かに、火を使う料理とかウサギ飛び込んできそうで、ちょっと怖いかも。なんかそんな話、漫画ブッダにあったなぁ。あらららおちびちゃん、かわよ。ちっちゃくて可愛いな。やっぱ子ウサギは毛質が大人と違いますね。ほわっぽわしてます。人間の赤ちゃんも髪の毛もほわっぽわだもんな。あと子ウサギの方が警戒心が強めですね。大人になると警戒心とか言ってられない。現実が見えてるのかもな。いや、人間大丈夫って学習しただけでしょ。多分、きっと。
第二桟橋方面に歩いてますが、あんなところにも、本当にいろんなところにいるんだな。まあウサギって安産や子宝成就、子孫繁栄の象徴とされる動物なんだよな。もともとこの島には小学校で飼われていた8羽のウサギが野生化して、ピーク時は1000羽ほど繁殖したらしいですからね。ただコロナ禍の影響で観光客が減ったから、今の時点で500羽くらいになってしまったようだな。これから観光客が増えて戻ってきたら、また1000羽近くになるかもしれませんね。はい、第二桟橋です。帰りはここ出発のフェリーで戻る予定です。第二桟橋にもウサギはいるが、第一桟橋ほどではない印象だな。珍しい白黒ちゃんカラーですね。山の斜面見るといっぱい穴がありますね。多くの島にいるウサギは穴ウサギという品種っぽいな。名前の通り巣穴を掘って生活する子たちみたいだな。ちなみに穴は迷路のような複雑な構造をしていて、寝床の部屋や子育てをする部屋、敵に襲われた時に使う逃げ道の穴まで完備しているらしいぞ。はい、すごいんですね。発電所跡だそうですね。この島はウサギ以外にも歴史的に色々ある島だからな。ではちょっと覗きに行ってみましょうかね。こう、トンネルをくぐる段階を加えられると、なんだかドキドキしますね。千と千尋の神隠し的な。ああ、感覚は近いです。でもリアルで異世界に行くのは勘弁です。これぞ廃墟って感じですね。この雰囲気すごく刺さりますね。そしてここにもやっぱりウサギはいますね。この発電場だが、毒ガスを作るための電力発電場なんだよな。多くの島はウサギの島の他に、毒ガスの島とも呼ばれてるんですよね。この島は昭和初期頃に地図から消された島でもあって、陸軍の毒ガス工場があったため、機密性から秘匿されたことになっているが、それよりも前に砲台など、設置している要塞秘匿があったから、実際には明治または大正時代には地図から消されてたようだな。ウサギの島、毒ガスの島、地図から消された島。二つな多すぎ。風船爆弾って物騒なこと書いてますね。しかも風船は和紙とこんにゃくのりって、作る方も怖いですね。毒ガスに関しては太平洋戦争で使用するため、複数の毒ガスが作られていたそうだなと、ウィキペディア先生がおっしゃってました。ウィキペディアかい。戦争の話も大事ですが、それと別にしても、ただただこの独特な廃墟特有の空気感、本当心惹かれるものがあります。多くの島に来たら寄ってほしいと思う場所ですね。ではどんどん進んでいきましょうか。この辺りになるともう山道だな。一応歩道として整備されているので、ルートとしては迷わなそうですね。霊夢方向音痴だもんな。方向音痴じゃないですよ。曲がる回数が多いと覚えられないだけです。あと曲がる場所も覚えられないだけです。それ方向音痴。ちなみに所々にカラーコーンが置いてありますが、降車エリアと書かれていて、車や自転車では、進めないようにしているみたいですね。もちろん立ち入り禁止と書かれている場所は、徒歩でもアウトです。当たり前のことを鼻高々にしていってもな。しかしこの辺りは人の気配もウサギの気配もしないな。前に言った田代島という猫島とデジャブ感じますね。まあまあ、森林浴しながら散歩なんて優雅で良いと思うけどな。実際登り降りする山道なんで、ゼーハーしてますけどね。やっぱり餌を持ってくる人間が多いところに、猫もウサギも集まるってことなんですね。まあ効率的ではあるよな。おお、ウサギさん。走りすぎていったな。遅刻だと言わんばかりのダッシュでしたね。せっかく会えたのにな。心寂しくなってて笑た。おお、またもやダッシュしてきますね。今度はちゃんと霊夢を認識してきてくれたみたいだな。何もない道をずっと一人で歩くのも、ちょっと寂しかったから、嬉しいですね笑た。一応ここまで何もない道だったが、所々に水皿なのか餌皿なのかが置かれてるんだよな。この子たちみたいに、この辺りを拠点にしている子もいるんでしょうね。あと、山道の子は寄ってはくるけど、わずかな距離感感じるよな。港にいる子たちが、警戒心なさすぎるのかもしれませんけどね。個人的には寄ってきてくれた方が、可愛いからいいんですけど、
早くコアトに行くルートがあるみたいですが、現在立ち入り禁止みたいですね。いつの間にか足元にウサギさんがサイレントすぎてビクってするよな。この子は一人でここにいるんですかね。ウサギは寂しいと死んじゃうって、よく聞きますよね。ああ、それでまらしいぞ。何かの歌詞やドラマセリフで拡散されたが、根拠のないフレーズだそうだ。やっぱりそうだと思ったんですよね。次に現れたこの子も一匹ですしね。とはいえだ、ウサギによっては寂しがり屋もいて、ストレスを感じると病気にはなるらしいぞ。なるほど。その子の性格によっては、本当かもしれないんですね。私も寂しがり屋でか弱いから、病気になっちゃうかもな。あ、誰が寂しがり屋だって？お一人様万歳のくせに霊夢が病気になるとしたら広い杭が原因だな。マリサ、後で覚えとけ。いいや、忘れるね。キー。あ、思い出した。何をだ？実は今使ってるカメラに、付け外しができるマイクがあるんですよ。使ったことがなかったので、ちょっと次のウサギさんで試させてもらいます。はい、私テスターやります。ってぐらいの勢いでモデルが来ましたね。テスターになるのに必死で草。ではエントリーナンバー1。1番のリウサギさんの ASMR をお聞きください。やっべ、めっちゃ野菜食いたくなる。どこを刺激されてんだよ。野菜不足のあたりを刺激されちゃいましたね。サラダスティック買ってこよう。健康的。何か奥に建物が見えてきましたね。構造物が見えてちょっと安心してるよな。一本道だから迷うことはないはずなんですけどね。奥にはウサギさんもいますね。何か看板がありますね。ウォークラリー？こんなのあったの？しかも CP6 とあるが、すでに6問目なんじゃないか？で、ここは何の建物なんだろうな？雨宿り休憩所？んなわけあるか。見てもさっぱりわからないですね。でも見た目の雰囲気が好きです。なんかドキドキしちゃいます。建物の形が結構しっかり残っているのも、すごいよな。答えがそこにありますね。ふむふむ、ここは北部砲台跡だそうですね。あと、大砲の数え方って門って言うんですね。初めて知りました。私も初めて知ったぜ。大だと思ってたわ。勉強になったな。ちなみにここには4門の大砲があったみたいですが、どの辺りに置かれてたんですかね。海側の相手を想定してそうだから、この建物上なんじゃなかろうか。じゃあ雨宿り部屋みたいな場所は、砲弾置き場とかなんですかね。わからん。詳しい人コメントで教えてくれると助かるぜ。今はだいたい島の北部あたりですね。すごい数の巣穴があるな。巣穴のせいで標識とか倒れちゃったりするんですかね。なんか地盤緩くなりそうではあるよな。開けた場所。山道から抜けたな。海側は視界遮るものが少ないから、開放感がありますね。そうだな。これでもっと青く晴れてたらよかったな。ちょっと曇り空がどんよりはしてますけど、島歩きするにはちょうどいいくらいでしたね。晴れてたら暑くてちょっとバテてたかも。そして急にウサギが多くなりましたね。山道にいた子たちよりも、フレンドリー感あるな。
ペレット餌よりキャベツの方が、美味しそうな音取れますね。私も野菜の咀嚼音の方が好きかもしれない。人参も持ってくればよかったかな。ウサギって人参そんなに好きじゃないらしいぞ。そうなの？だって有名なピーターさんは、もちろん人参好きな子は存在するが、ウサギ全般好きな食べ物ってわけではないんだ。あとピーターが食べてるのは、人参じゃなくてラディッシュだ。ラディッシュって大根だな。大根なの？ロングスカーレットって品種だろうな。ロング、スカーレ。どうしたレイム？なんでもないわ。なんだか古の圧を感じる場所がありますね。長浦毒ガス貯蔵庫跡だな。高さもあるから威圧感がすごいですね。ちょっと空気も気持ち重い気がします。ここで保管していた毒ガスなんだがな。多くの島ではヴィラン性ガスのイベリットと、類サイトをメインに製造してたみたいだな。戦争が終わってからは後処理として、薬品や火炎放射などで消毒したらしいぞ。建物内部が黒ずんでいるのは、その時の火炎放射消毒によるものだな。ちなみに当時は建物前に小山を築いたり、コンクリートを迷彩色でカモフラしていたんだってよ。へえ、マリサ詳しいじゃない。で近くの看板に書いてあったぜ。だと思った。まあ日本人目線で、日本にも、毒ガス史上一番多くの命を奪ったイベリットを製造して使用していた歴史という内容に、向かい合わざるを得ないよな。そうね。そして重い雰囲気に、飲まれすぎても良くないから、ウサギさんで癒されて緩和しつつ、平和であることを喜ばないとですね。確かにな。せっかくの旅だから楽しみたいしな。これがマリサのカンペしてた看板ね。てへ。はい、ではウサちゃんとわちゃわちゃタイムですね。やっぱいっぱいいると楽しいよな。そして座ってると足の上に乗ってくるから、あったかくて幸せなんですよね。たくさんのモフモフに囲まれるの。いいなぁ。ただし、一度座って囲まれると、立ち上がるタイミングが難しくなるから注意ね。はーいなでなで、本当連れて帰りたくなるなぁ。わかってるわよ。曇ってるのは相変わらずですが、島々の影は結構はっきり見えてますね。なんだこれ？左に見えるのはグラウンドかな？その敷地内に置いてあるものは何？なんか筒状のものが3本1セットになっているが、なんだろな？数も多いし、均等に置かれてるのがすごい気になる。結局よくわかりませんでした。マリサ、ちょうど穴掘ってる子がいるよ。本当だな。というか場所悪くないか？多分ここ、すぐにそこにぶつかるよね。横にも下にも広げられないよな。わあ、穴をホリホリしてる姿可愛いですね。正直この頑張ってる姿をずっと見てられるよな。そうですね。全然飽きずにいられますね。ちなみにこの現場監督は餌を見せても、仕事一筋マンだったので掘り続けてましたね。邪魔して差し上げるなよな。あら、おちびちゃんなんか輪郭がぼかし、ガウスかかってるように見える毛並みだね。何その伝わる人にしかわからない例え。奥には随分と規模が大きそうな巣穴がありますね。わあ、こうやって並んでると毛並みというか毛質が、完全に違いますね。ちっちゃい子はなんだか羊毛フェルトっぽさあるよな。わかります。ぼかしが薄感ですよね。さっきから何それ？気に入ったの？大人ウサギの圧がすごいいい。大人圧がすごくて遠慮がちな子ウサギ優先で、餌あげたくなってしまいますね。でも私、猫も犬もそうなんですが、赤ちゃんより大人になった動物の方が好きなんですよね。そうなのか？私は赤ちゃんの方がちっこくて可愛いと思うけどな。確かに可愛いんですが、大人の方が個性が見えて楽しいんですよね。わがまま、寂しがり、甘えん坊の性格や、顔つきや表情がわかりやすくなるのも大人からだなって。そうなのか。なるほどな。
看板がありますね。三軒や毒ガス貯蔵庫跡だそうですね。さっきのと比べると威圧感はないですね。そうだな。ここはこじんまりしている感じだな。この辺りは休暇村のメインになる辺りですかね。多目的広場は南国感あふれるような作りになってますね。ヤシの木がたくさん植えられててリゾートっぽいよな。っていうか穴だらけだな。ガチでつまずきそうになるから気をつけてほしいんだぜ。ちなみにここにはさっき通ったテニスコートの他に、夏にはプール、海水浴なんかも楽しめるそうだ。キャンプ場もあったし、遊ぶレジャースポットとしても優秀ですね。グラウンドゴルフというものがあるみたいですが、これウサギに邪魔されたりしないんですかね。っていうか、地面ボコボコで難易度高いんじゃないのかな。見てないからわからないが対策はしてるんじゃないか？多分。休暇村多くの島ですね。ホテル、温泉、カフェなど、島のメイン施設になりますね。島の食事どころはここくらいだったから、後で中に寄ってみようか。時間や荷物に余裕があれば、日帰り温泉にも寄りたかったんですがね。多くの島は星空も綺麗に見えるとのことなので、次回宿泊で遊びに来てもいいかもしれないですね。そうだな。今回帰りの深夜バスもすでに予約済みだし次回だな。島の詳しい観光案内もここにありますね。左手に見える赤レンガの建物は、毒ガス資料館ですね。確かこの日、学校行事なのか、学生さんで貸し切りになってたんだよな。外にいてもマイクで喋ってる声が、ちょっと聞こえてましたね。中に入れないから、外から内容盗み聞きしようか悩んじゃったね。迷惑行為はおやめください。右手にはビジターセンターがあります。ビジターセンターって何ですか？知らんのかい？私も知らんけど。知らんのかい？まあ案内書みたいなもんだろ。ウォークラリーとかここでスタートだったのかもな。この時ビジターセンターには寄らなかったのですが、次回来る時には覗いてみたいですね。ちょっと歩き疲れて脳死状態だったもんな。最初にだいたい1周50分くらいって言ったけど、色々見て回ると結構時間経ってましたからね。あ、なんか面白いのが見えますね。ウサギの耳ですね。遠くの音が聞こえるんですかね。霊夢試してみるか？届かない。なんで一番高いところでチャレンジするんだよ。小さい雇用の場所あるだろ？ありがとマリサ。なんか聞こえるか？聞こえるよ。ボーボーっていう雑音が。雑音かい。近くのベンチでちょっと一休みしてたらいっぱい集まってきました。いっぱいいるとてんやわんやしちゃいますね。どの子に餌渡せて、どの子が食べられてないか、ちょっと混乱してました。それと ASMR だが、思ってたより鼻息がすごくて草。でもちゃんとシャクシャク音取れてちょっと満足です。はぁ、太ももがあったかいんだから。っていうか一匹めっちゃよじ登ってて草。幸せキュンキュンですよ。本当にもう。帰りのフェリーまで休暇村カフェでご飯でも食べましょ。うさぎ食パンと広島牛ビーフシチューのドリンク付きで、
1300円です。平日10食限定で運よく残っていました。うさぎの形の食パンすごく可愛くて良いよな。ビーフシチューもすごく美味しかったしな。朝5時30分出発した時、コンビニのおにぎりだけだったので、ペッコペコでがっついてしまいました。正直足りてないので、広島行ったら何か食べましょ。イノシシ、なんで島にイノシシいるんだ？ウサギは敬意があるけど、イノシシ島に渡ってきたことあるの？レイム、山道危なかったかもしれないな。確かに。運良かったかもしれない。港でも注意喚起の看板あったっけかな？帰りは2番桟橋より、第3大三島に乗って帰ります。往復チケットは休暇村フェリーでも第3大三島でも共通みたいです。さよなら多くの島。とても楽しかったです。おおよそ3時間くらいの滞在だったな。正直もっと長く遊んでいたかったです。帰りの電車乗り継ぎや、広島から東京までの、バス予約時間など考えると仕方なかったんですよね。深夜バスだが広島17時50分出発と、結構早い時間だよな。ちなみに広島から東京深夜バス代は、1万円でしたね。まあ、次回は多くの島の休暇村で、キャンプなりホテルなりで一泊したいですね。そしたらキャベツいったま持ってかないとだな。ぶっちゃけ1日遊ぶなら必要そうで草。ただの海港に戻ってきました。お、帰ってきた観光客への心遣いがこんなところに。ただいま。よし、では待合所で買った餌袋を返却して、お土産もついでに色々買いますか。お土産ももちろんウサギだらけで可愛いですね。何を買っていこうかなって。ここもワクワクさせてくれますね。餌袋を返却すると可愛いポストカードをいただきました。大事な人へ店前のピンク丸ポストに投函してもいいかもな。いや、切手がないでしょ。さて広島駅に戻りますか。お腹すいた。ってことで広島駅に戻ってきたので、お好み焼きで旅のフィニッシュとします。お好み焼きレイちゃんか。白霊霊夢の霊だからね、シンパシー感じちゃった。ああ、広島といえばお好み焼きと牡蠣ですよね。結構いい値段してるよな。牡蠣だから仕方ないかもしれないが。目の前で焼いてますね。ああ、もうお腹ペコペコですよ。うさぎパン食べてからそこまで経ってないはずなのにな。まあレイムはわんこそば100杯超えて食べたことあるくらい大食いだしな。そうですね。ただテレビの大食いの人たちと違って、体型に反映されるので気をつけてはいるんですけどね。大丈夫だレイム。すでにムチムチしてるまんじゅうになっているぞ。何が大丈夫なの？牡蠣入りお好み焼きにしました。美味しそう。牡蠣いいなぁ。ではこれをゆっくり食べて東京に帰りますか。ご視聴ありがとうございました。